さあ始まりました ALGS、アメリカ NA 見ていきましょう。デイ6あ、ちょっと10見とくはい、X セットフェイズミトラバースコプレスティダックゼロオプティックヒュリワイルドカードもともといたか。ワイルドカード100セーブス NRG ダークゼロにランボーが入ってます。ランボーがなんかちょっと揉めたというか、なんか話題になってるよね。引退してでも復帰してダークゼロ入ってっていうのが、まあもともとそのダークゼロ入るために契約無理やり切るために引退したんじゃねえかみたいなね、まあそういうのがありますが、普通にまあ NA トップクラスのパッド使いランボー選手がダークゼロに入ったのはでかい。ランボーとジェンバーって2人揃ったら火力とんでもないんだから。ということで純粋にそっちが楽しみと。で11位以下がラニマールズ CLG クリチェンジ TSM。 A と B は試合数がめちゃめちゃ多いから、正直今14位だと実質はもうちょっと下だから TSM はめちゃめちゃ頑張んないと世界大会圏内に行けません。なんとTSM が海のしてチームディバーチセンチネルズにいたから、もともとランボーだからランボーに代わっても新しい人もしくはロースターに入ってた人が入るはず。こんな感じです。じゃあもう早速1試合目いこうか。ストーンポイントからかな。てか全然始まんねえ。こっからです。はい、レッツゴー。さあ、カタリスト環境が NA、ヨーロッパの方と APAC のアジアの地域でカタリストが減ってってるから NA はどうなんだっていう話なんだよね。NA が一番カタリストがめちゃめちゃ多かったけども、このカタリスト環境っていうのが NA の環境では減ってるか増えてるか、まあそれがちょっと最初の注目ポイントかな。ストーンポイントから始まります。ダークゼロランボー入ってるね。センチネルズは誰が入ってんだ。どこだセンチネルズ。でもなんか誰が抜けたか分かんねえな。全員有名すぎて。ケンオンズにあるRKN かな入ったの。ちょっと分からん。ジニアルかな、ちょっと分からんけど、まあでも全然遜色ないメンバーが新しく入ってるね。初動かぶりはないね。賢いね。アンチはこれどこかで張り付く、ゲイルだろうね。このまま張り付き続けるからゲイルもしくは座礁とゲイルステーションの間、アンテナと3つのランドマークの間かな。この折り方がストーンポイントは一番誰もかぶらず平和な折り方だね。さあ、賭けはなし。ゆっくり見れそうだね。ミートラバーズは20位以内にはいたかな、確か。終わった。どうしたノースパット周りで多分ノースパットとIMC 他校にいたチームがちょっとぶつかって倒したね。ミートラバーズは3位だね今。さあこの1キルパめちゃめちゃでかい。ブラハ視野がちょっと弱くなったから代わりに索敵キャラとしてブラハ入れたって感じか。確かに視野減らしてクリプトとかね、ブラハ増やしてるチームは APAC ノースとか EMEA の地域でもあったね。やっぱちょっとバンガが多いにあたって視野がちょっと売ると弱いよねってなってるよね。さあ N8V が1人減って回収したいけども、いけなさそうだね。ネイティブゲーミング
あ、なるほど。N8B だ。なるほど、なるほど。間の ATI を8で表現してるので、それでネイティブなんだ。お、めっちゃおしゃれじゃん。死ぬほどおしゃれじゃん。そういう名前つけたいです。めっちゃおしゃれ。G、グリッチなんちゃらとフェイズ。さあ、フェイズは先週かな、前回の週、調子をめちゃめちゃ落としちゃって2位に落ちちゃったね。まあまあ、依然、世界大会圏内ではあるんだけれども、前の週はめちゃめちゃ落ちたから、日付変えて今日どうなるかって感じだね。あー、強いね、アーマー。さあ、一番最初チーム結成当初はスナイプがIGL をやってたけども、まあホニーに譲りましたね。ホニーさんは多分18歳とか19歳とかじゃなかったかな。若くしてね、ここまでフェーズを導いております。すごいね、若いっていいね、素晴らしいね。CLG は攻めてるね、攻めたいね、ちょっとずつカタリストで、ただ近くに部隊がいるから、まあ、家入るためにちょっと牽制したって感じかな。ここの家を取ると、まあ、みんなゲール読みだね。ゲールステーション読みです。寄るだろうね、ゲールステーションね。ストーンポイントはそんなに事故んないからな、アンチーム。ただゲールステーション建物が限られてるから、建物の中とあと張り付き、上はちょっとね、このアンチだと周りからあまりにも撃たれるから上きついけど、まあ、多分張り付きはねちょっとの間はできるからね。まあただすぐさま4つの家は全部埋まってしまったと。比較的、順位があまり高くないチームが先にアンチには入れてるね。あ、まあワイルドカードはあれか、今8位とか9位とか6位とかなんかその辺にいたね。10位以内の下位の方にいたね。CC は移動で、ただジブがいないから打たれ放題。きついね。まあ、ただ入れそうかな。あ、でもそこにもいる。まあこの上、そうだね、車を置いて守れるね、これはね。まあそうだね、座礁、もうゲールステーションの方入れなかったチームは座礁で一旦、バルのウルトのチャンスを伺ったりとか、弾きながら入っていくっていうムーブだね。まあでも結構早いね。結構早いわ。まあ早いチームと、まあでも外ムーブチームちょっと多いね。TSM は完全に外やってるね。まあ前の週ホライゾンに変えてから、まあファイトがめちゃめちゃ安定してきていいね。NRG が結構使い分けてる感じするけど、まあ、どっかのタイミングでバルって感じかな。NRG 確かバル積んでるから。ダークゼロはカタリスト継続、カタリストシア、バンガロールと新しく入ったランボーを加えて、まあ、連携がどのぐらい仕上がるかって感じだね。まず最初の戦闘、まあ、キルポは1だから多分挟んだ感じなのかな。あんまりちゃんとした3対3ってわけじゃなさそうだけども、こんな構成だったっけ、ダークゼロ。ちょっと覚えてねえけど、リスキーなんちゃらっつってたな。大会中にメンバーを変えるのはリスキーじゃねえかみたいな話をしてたんじゃないかな。まあまあメンツ的に言ったらまあトップティアだからね、ランボーもね普通に好き。海外のムチムチロン毛マッチョめっちゃ好きだわ。叫ぶしランボー、叫ぶロン毛ムチムチマッチョいいよね。おもろくて。ランボーの翻訳動画というか切り抜き動画いつも同じ画像だもん。なんか世界大会でロン毛ブワーンってなってるやつしか使われてない。かわいそうに。結構あれだな、ヨーロッパ EMEA よりかは外ムーブのチーム多いかな。 NA はまあ外ムーブチーム、中ムーブチームはカタリスト使ってるからね、 NA のチームはね。だからそのカタリストがどのくらい増えたか減ったか変わってないかっていうところがまだあんま見れてはないね。
さあダークゼロはこのチョークポイントを取って、ゲールから上がってくることはね、多分アンチ寄ってくるから上がってくることはないけど、座礁側とかアンテナ側から突っ込んでくるチームに対してどう弾いていくかって感じだね。100シーブスが塔の上に登って外をカットしよう、打っていこうって感じで、オプティックは外ムーブだけれども車に乗って移動してきたね。まあこれ当たっても全然周り舞台にないからいいんだけど、ちょっと位置が振りすぎて、まあ多分戦いはしないんじゃないかな。いることは分かった。まあバンガーがいればワンチャン詰めれるけど、ちょっとこの構成だと詰めれないね。オプティックでもね、安定というか前の週無双してちゃんと上位10チーム入ってきたね。上位10チームっていうか1位か今。あ、違うな、X セットが1位でオプティックは6位です。まあなんか今の上位10チームを見る感じ、X セット、フェイズ、ミートラバーズ、やっぱ外も先頭、もうシンプルに先頭強いチームばっかりだね。上位入ってるのは先頭強いチーム。まあアンチによってね、内ムーブする時もあるし外ムーブする時もあるけども、結果やっぱここ先頭マジで強いなみたいなチームばっかりだわ。TSM は早くも赤、まあクラフトしたかなとか、あれか、犬とか倒して、で、NXS と当たって、これは多分やるだろうね。賭けかな、1人やって詰めてる感じかな。で春、ただ遠くからチャーレー打たれてるから春は一旦降りる、車線切って、さあホライゾンに変えて自分のやりたいムーブというかね、動きができるようになった春。さあどうやってこの家中を攻略していくか。チャーライは嫌だね。チャーライはめちゃめちゃ嫌だね。これあれかな、2人の仲間がチャーライ打ってんのかな。孤立2人を狙ってる感じなのかな。なのか別パンなのかはちょっと分かんない。でも味方っぽいな。味方が1人でチャーライで援護してるって感じだな多分。お、やめたね。漁夫19部隊いるから漁夫の恐れがあるっていうところで一旦やめたね。TSM は変わらずバルシアホライゾンだね。やっぱ味方だったね。ノクシアス。どちらもあんま強い。TSM はひとまず先頭は避け、アンチの外だったからね、際だったからちょっと寄ってくることを挟まれることを嫌ったね。オプティックはさっきのバロメーターあたりから外ムアンチ外から入ってきた。それを多分 CC はもう見つけてて弾こうかなって感じかな。でそれを避けてバルジャンプをしていくと。また入るとこがね、アンチ内あるかって話なんだよね。いた岩の影とか、でも全然いるわ。さあどこ、そこだね。そこは守れる。ただやっぱりバルは死ぬ。NA クラスだと死ぬ。全然やべえなこれ。バル減るぞこんなんやってたら。いやただあそこ助かるのもバルしかいねえんだよな。いややばいな。なんかジレンマすごいな。助かるためにはバルしか場面はないけども、やったら殺されるからなんか対策しないとまずいぞ。バル使うチームは飛ぶタイミングだったりとか、それともバル以外の移動方法をムーブを考え直すかとか。ちょっとこのスプリットからバルがやられるのがめっちゃ多いな。
CC は一旦家中パンチで入れて回復してから起こしたいね。 COL はただウルトを焚いて追い詰めていく。カッキル入れる。ゲルステーション寄ってるねアンチは。TSM はあそこ入れたんだ。ダークゼロの近くの、チョークポイントらへんを取ると、ただ見るとこういう3方向から撃たれちゃうから、ちょっとヘイトを買うとめちゃめちゃ弱い。まだそういうところをね、こう全方位にちゃんと弾いてできるっていうのが強みでもあるからな。そっち寄るんだ。CC はモバイルリスポンビーコンを置いて起こしたいけども、ちょっともうコンプレが寄ってるね。あとは1人やると2対2、2対1ラストかなそれ。終わった。ただ漁夫が来そうかもな。めちゃめちゃいるぞ。違えわ。オプティックがノックドだけか。ノックドだけ残ってるな。さっきバルで死んだチームだね。いるから漁夫は行けず COL はゆっくり入っていくと。 TSM の南側入りそうだったね。 TSM は NXS を弾くけども、このまんまだと COL に挟まれちゃうね。だからこれをどうするかって感じだね。 NRG なんかやばいとこ行ったな。多分岩の崖のハイドポジに1人もしくは3人で固まってるな。Not a single person, not a single team that has G7 into Gale Station has survived the landing tiff. It's been Lanimals, it's been Hundred. なぜかコンプレと NXS が打ち合ってんな。 TSM になぜかヘイトが向いてない。センチネルがとつってきた。センチネルがとつってきたところをやったけども、そこに来るよね。そこに来るよね。バルハウスとかやられて一旦回復する。この混戦をどう生き残るか。ここで死ぬとほぼ0ポイントだよ。1ポイントくらいしかもらえないよ。起こす。なぜか生き残る。毎回そう。なぜか混戦を生き残り漁夫が来ない。ちょっと距離感がちょうど良すぎるな。漁夫いけない距離感だもんな。1人が行くと他に漁夫られるっていうのが分かってるから。TSM はなぜか生き残ると。さあダークゼロはいい位置取れてるね。こっから外全部弾いてゆっくりで、建物を取ってないからね。ダークゼロは建物は取ることはほぼないね。チャンピオンムーブを絶対するから建物側じゃない密集しない混まないところをね毎回選んでるよね。TSM としては COL と NXS をどうにかしなくちゃいけなくて、そもそもアンチ入るためにはダークゼロがいるっていう状況だから、バルちゃんもでもいっぱいいるからな。中潰すには距離感がありすぎるんだよな。一旦あるとしたら NXS を一旦潰す。ただアンテナ側も一部隊いるから、だからこう全チームがちょうどいいギリ漁夫れそうな距離感にいるんだよね。だから戦いに行けないんだよね。全員硬直状態だね。ここで主要コンプレが飛んだね。コンプレが一旦飛んでくれて、いやノークスヤスもきついね。裏もいて表はもうこれもう割り切りファイトで、そうだね、キルポ取るしかないけども、もう TSM もいて、ちょっとムーブが難かったね。これ全部 TSM が裏全部カットして、コンプレいなくなったから裏カットするだけでよかったね。これでかいね。でダークゼロを潰せれば TSM はめっちゃ美味しいとこ取れる。これ3対3のファイトだね。ただ裏からの車線ダークゼロあってきついね。さあ新加入のランボーは救えるか。さあダウンしなかったの偉いよ。ただランボーもゼロも同時に回復間に合わず。いや後ろからの車線きつすぎる。
チェンバー店だけ生き残って、いやただきついな。さあ LTC と TSM がそのまま当たる。ウィングマン倒す。まあただやられる。 TSM が全部結局潰した。いや強すぎ。やば。いやあれで違う、ワンダウンしか入ってないの強すぎでしょ。何チームいたのよ。2チーム潰したよ。強いですね。さあフェイズは最初の時近いところでずっと守れてるね。でちょいちょいキルも稼げてて、あチャージライフル使ってたんだね。1100ダメージ出てるわ。ただこっち側に寄ったことによって、まあ TSM は飛んで建物上とか取るんじゃないかな。NRG とかも蘇生ビーコンがミニマップ上にあるとことかに配動してた気がするんだけど、1人じゃねえなら18だから1かけ。まあフェイズはいいね。ハンチ内でいいムーブできてるね。さあ初戦大事だよ。Listen, they can't swing our staircase. This team on the rock is looking, okay? Okay. I'm just this one, the one outside, not the middle one. I'm more so worried about this staircase to the north. Yeah. No, they can swing that if they want to, so be careful of that. I can throw a Q on you, Funny. Is that fine? I think you should have a Q over here. That's good. I think you should throw it more to the right though, Frex. Okay. They can swing this door with rampart. I have it. My Q went away on this door. そうまあフェイズはキープだけれども、できるだけ同居避けたいけど張り付きしたかな。 COL が張り付きしたね。で TSM は建物上に予想通り入ってきたと。対面の上いないのはでかいね。さあ位置的には長方形テトリスみたいな家、テトリスを取ってるチームがまあ一番近いから、まあ一番有利。NRG 潰れたか。さすがになんかわけわかんないとこにハイドっぽいとこにいたけど、上が有利だけど、多分ここぞって時に家とは逆側、北側だね。北側にカタリストのウルトを吐いて、家側の混戦を、だから WC とかめっちゃいいけどね。 WC がいいタイミングでカタリスト積んでるんだったらカタリストのウルト吐いて家側で全部やらした後、まあ最終的に安全にチャンピオン取るっていうムーブができるかな。今のところ WC が一番、ワイルドカードが一番チャンピオンに近いかな。フェイズと COL は絶対に潰し合うから、まあ、TSM はこのまま多分屋上登るだけじゃないかな。だからワイルドカードの車線だけ怖いから、まあ、そこだけちょっと注意してって感じだね。まあ、多分切れそうだね。フェンスあるし。And it's a matter of when teams actually feel enough pressure to start leaving their buildings. TSM actually start vacating theirs in a weird way, swapping to the other rooftop, putting themselves right above complexity, right above phase, and facing down the last couple members of both Glitch Energy and CLG. Wildcard controlling the defense really well. This is good. Out comes the catalyst wall. まあ TSM はまあ上でひたすら待つだけでいいね。で取れそうなところはキル取る。だからフェンスのところを早めに潰せるとめっちゃいいんだよね。フェンスのワイルドカードを TSM は早めに潰して、ワイルドカードだから板パッチョに取れるとめっちゃ強いんだけれども、バルハーストの位置が死ぬほどいい。バルハーストの車線の伸ばし方神すぎる。いやー、だからワイルドカード強すぎるな。ワイルドカードが強すぎる。後から出したカタリストウルトもう全部ワイルドカードのためになるんで、ワイルドカード用になっちゃうんだよな。
あ、でかっ。その Q でかっ。うわ、でワイルドカードも潰しに行った。いや、その Q でかすぎ。ウルト Q だよそれ。うわー、強えー。いや、うまい。いや、言った通りになったね。TSM が、まあ、どうやってワイルドカード側に行ってワイルドカード潰すかっていうとこだったんだけど、Q でいったね。ホライゾンの強ホライゾンの Q で上がってワイルドカード裏取って潰したね。でしかもやっぱカタリスのウルトより高いっていうのでね、丸見えだったね。どこを取れば強いっていうのが、まあ、プロクラスインペリアルハルクロスだと一目瞭然だったね。タイミングがやっぱ良かったね。取るタイミングがめちゃめちゃ良かった。家側が最終局面でもう終わるよっていうちょっと手前でワイルドカードを取りに行って、ワイルドカードを落とした時にはもう残り1人っていう状態になってて、いや、さすがっすね。さすがっす。なんかこう客観的に見てるからこうやったらチャンピオン取れそうとかは分かるけど、実際にプレイしてる時になんかできないよ。ちょっとツイートします。あれか、順位だけ出しとくか。これよし、ついた終わった。 TSM が14キルだってやば。まあ10位以内は確定かな、さすがに。よっぽどこけない限りはまあ全然5位以内は最低限取ってほしい。あと1試合ぐらいいいポイント取れたら全然1位が見えてくるね。でも初戦で26ポイントでかいね。ワイルドカードフェイズコンプレッシ CL、もうなんかやっぱあれだな、やっぱりあれだな、もう全チーム全リージョン3リージョン EMEA とヨーロッパ EMEA とアメリカ中心の NA と日本があるね APAC のス見てるけど、もう後半戦がだいぶもうすでに上位のチームが上位を取るっていうのばっかりだな。まあ、TSM まあ14位だけど、なんかこう下克上的な大逆転劇みたいのがねあんまりなさそうだね。さあ第2試合どうなっていくか見ていきましょう。バーYeah, wild card sitting pretty right now.
And you gotta say that this is definitely something that you could take advantage of. You have a nice performance early on, and then you have a zone that pulls your way. This is pretty much one of the best starts you could hope for if you're FaZe or wild card, trying to keep pace here and win your day. Again, remember, these are teams that need to qualify for LAN. They've been to LAN with different squads. Snipedown joined us in London on the desk. Phony obviously was repping a separate squad there, and you saw on Space Station, Zanaya also being a part of that. So it's been a journey for a ton of these different teams. Frex, excuse me. And when it comes to FaZe, I think they've got what it takes. I don't know what it is, but the synergy. さあ初動でかぶってるティームディバージュとどこだあれかヒロミにあさってかぶったかな。ジュラシックパークとこのユナイトオリのチームが TD チームディバージュとどこだ入ったな入ったねワンピック入ったよなあトラックフリーが早めのワンダウンまあなんかかぶりではないけどもまあちょっとまあ多分お互いに物資があんま強くねえからヒロミにあさってこうの結果ぶつかった感じかな。He knows how much power an IGL can have over a squad and really wants to give a chance for his individual players to shine. So he lets them make a lot of calls themselves, finds opportunities to make the best use of their individual instincts, especially Snipedown's aggression. And he's been really vocal about wanting to support the squad. I'm looking forward to seeing more of it. バンガカタリストバル、視野減ってるかな。さあ NXS とネイティブまたかぶってるね。ここはノースパッドと IMC アサリの2部隊がかぶってます。さあプロの IMC 攻撃方法を見てみましょう。あ、下から降りたね。下から降りた。ただバレた。バレました。いや、うまこの人。うまいうまい。いや今途中で止めたのうまい。もう残り1人。はあ強いですネイティブ。さっきのお返しだね。That SMG spray is burned into my retinas as the end. まあ下から出るっていう案を一旦取ったんだけれどもバレたね。見られてた。バンガースモークないとやっぱきついかもね下降りんの。いやアングリーってわかんないけどアングリー言ってる。さあタクレゼロは変わらず。シアカタリストバンガ。アンテナにアンチが寄りそうで、もう家はどんどん埋まってってるね。アークゼロ、グリッチエナジー、100スイーブス、COL。to 7 on a bad game in my eyes, because that puts you around 18-20 when you're heading into the next map, and you could do a lot of work with that. さああとはアンテナがまあただアンテナがね家というか最終アンチにはなりづらいからね結果ね外れた後どうムーブするかって感じだね。もうバルも打たれちゃうしね。さあまあお互い牽制してアーマー育て作業ですねここは。まあ世界ナンバーワン IGL の呼び声が高いゼロですね。シャーキー選手はどうしたんだろうね。もともとリーグっていうチームでさオーストラリアで活躍してたチームだからさダークゼロの3人ってそれがまあ NA に挑戦というかまあより飛躍のために NA に移住して同じ家でプロ契約をしてやってたんだけれどもシャーキーはあれなのかな脱退じゃないのかなロースターには一応入ってんのかな多分。シャーキーは多分脱退はしてないんだろうねさすがにね。これで契約切っておさらばバービーはさすがにひどすぎるからね。
the best in each of their respective roles, and we're going. まあロースターには入ってるでしょう。 Like, what is that? Because it's the same thing that happens in traditional sports, where you try to make a super team. まあ落ち着いてるね。多分なんかずっとここばっか映してるってことはファイトもあんま周りで起きてねえんだろうな。Not everyone, unless you find that rhythm and you 100セービスの構成とか気になるけどな。 gets to do what they would do if they were the star of their team. They don't get to have that same level of アンチ performance どうなりまし because た？ they've got to work as a あ、 whole. ラーニマルズ Some people are not good at that. ランパートを使ってちょっと調子を取り戻したラーニマルズはランパートとしてはバル。やっぱカタリスト減ってるかもな。もともと何使ってたか分かんないけど、なんかパッと見カタリスト減ってる気がするよね。さあ、もともと C9 の、NA、IGL トップ3に入った、あ、嘘、それ別の人。それはザックだ。C9 でね、一緒にやってたノーティーとアルブラ、そしてルー、ジブ IGL だったらルーだね。まあ3人とも超トップティアだね。 S ランクだね。 NA の中でも S ランクの3人が組んだめちゃめちゃメンバーめちゃめちゃ強いチーム。まあ、完全にラニマルズは外ムーブかな。もうランパートで外ムーブ。アルブラはもうレルムでも一生ランパート使えって言ってるからね。俺ジブ使うからランパート使えって言うぐらいジブ強いと思ってるから、人に使わせるぐらい強いと思ってるからね。まあ建物戦がね、カタリストとかがいて建物で守ってるチームに対してめちゃめちゃ強いからね。ランパートで最終円3立てしてチャンピオンも前の週取ってるっていうのもあって、まあ、調子いいままこの構成でいこうって感じだね。TSM はめちゃめちゃ遅れて円に入っていく。で最終円アンテナ外れたね。これアンテナが混むね。めちゃめちゃ最終円めちゃめちゃ混むな。岩場あたりかな。あれ発射台の発射場、発射台のラニマーズは飛んできて下を取ってるね。まあ確かにこの下ら辺はランパート結構強いからね。壁が結構生きる。グレ投げられたら終わりではあるんだけど。何食らったの今。ピロンみたいなやつ食らったよね。G7 かな 23とか食らったかな。また次の絵は外れちゃってんだ。まあ読めてはいるけども、ちょっとその先に敵がいるからここで待機、機会を伺う。TSM はゆっくり入ってきて、まあどっから入るんだろうね。まあだいぶ多分周りに敵いなさすぎて戦闘も起きないわな。警戒はねもちろんするけどいねえんだ。もうみんな円の中いるんだわ。チャージライフルNA もやっぱチャーライ G7 が多いね。リピーターの代わりに。逆にロングボウが A パックノースほど多くない、ね。センチネルズはランボが抜けた。センチネルズ K オンズにあるアルケーヌ。センチネルズもちょっと厳しいかな。A 対 B においては C が上がってくることを考えるとちょっと順位を上げていかなきゃいけない。さあ次入るとこのピンを刺して
あ、赤アーマー。いや、ほんと育つはチャージラル。さあ、ミートラバーズとチームディバージュが当たりそうだね。ミート側のウルトかな、多分。一人、ミートラバーズはあえてアンチがいるのかな。外回ってきそうだな。ウルトで飛ぶかな。チームディバージュ弾いて、ディバージュはね、ダイバージュか。ダイバーズか、普通にダイバーズって読むのか、あれは。さあ、ミートラバーズは若いチームながらトップ10に入ってて、まあ、ダークホース的なあれだね。だいぶ若いらしいね、このチーム。TSM はセンチネルを見据えて戦闘を切るかな。残り時間によるね。牽制をかけ、センチネルズの方がアーマーがちょっと不利。飛んだ。さすがに。あ、ただ肉だね。すごいな、3人であれやっぱ肉まで削れんだな。さあ、嫌がったから弾く。また次の標的を見つけに行く。家側から撃たれるから、これはどうするからだね。バーンガがいないから飛ぶか無理やり行くか。まあ、飛びそうかな。なんか飛びそう。ちょっと時間を待ってって感じかな。春の合図とともに。まあ、飛ぶタイミングも大事だからね。アンチ中のチームが打つ余裕がない時に飛ばなきゃいけないから、これは非常に大事な。このタイミングめっちゃ大事だよね。やっぱりみんな暇な時に飛んじゃうとね。みんな暇な時に飛んじゃうとみんな打つからね。多分ちょうど打ち始めるだろうってとこを狙って入っていくと、ただどこ降りる。そこ結構きついぞ。そこはだいぶきついぞ。ああ、バルハーストが。うわー、きつい。いやー、降りるとこなかった。いや、そうなんだよね。これがきついのよ、今中ムーブが強いと。バルがね、もう無理だ。降りるとこねえし、ほぼ削れるし、そうなるわな。あー、スナイプさん、スナイプさんちょっと甘えた。どう甘えたかな今。真相は分からんけど、まあ、一気に集まってきたね。 TSM のダウンとともにみんな集まってきた。あー、ミッシュだ、ミッシュ。さあ、フレックスホニーが耐えて、あー、フェイズもホニーもやられる。あといける、いけそう。あ、いけそうだ。ノックダウンシールドが痛い。あとアーマースアップされてる。これ勝ったら強いぞ。これ勝ったらすごいけど、あー、またアーマースアップしたけど勝つんだ。すげえ。いや、強いやっぱ上位にいるチームはこういうとこだよね。あれ勝っちゃうんだもん。2回アーマースアップされてよ。いや、強いっすね。やっぱちょっとスナイプとホニーに注目されがちだったけど、やっぱフレックスも強いわ。ラニマルズはこれ映ってないだけなのか、ルーだけが生き残ったのか分かんない。なんか位置的にルーだけ生き残ったかな。中で入れなくてフレックス上登ったね。スナイプだけ残って、下にワイルドカードと CLG。 アンテナ側でダークゼロ、CCE、ミートラバーズ、4チームいるね。
ダークゼロジェンパー店はなんだ1人かいる。全員いるね。映ってなかっただけだね。さあどうする。どうやって入っていく。こういう場合東宝ヘイト買わないように東宝でカタリスト売ると、さあそこのチームはうまい。そこのチームは潰さなきゃいけないけどちゃんと潰しにいきたい。右からの車線は切ってグレがめちゃくちゃ入って右の車線だけ橋台からの車線がきつい。うわースモーク残ってたけどね。そんな余裕はなかったかな。いやきつい。いやきついね。やっぱこの第4円鬼門だね。やっぱ詰まってるところバルジャンできないところ徒歩のところは全部潰れちゃう。いやそれバルジャンしてもさっきの TSM みたいに潰れちゃうし、徒歩で行ってもアンチ内から打たれるっていうのでやっぱ外ムーブチームがねちょっときついんだよな。アンチ外れたチームがきついんだよ環境的に。さあやっぱチャーライがもうひどいもんです。もうずーっと打たれてるチャーライ。まともな戦闘ができない。さあネイティブは全部倒して5キル。いいよいいよいいよ。調子いい。初動勝ってから調子いいよネイティブ。スカーズなんかな。なんかマークが SZ って書いてあったからスカーズネイティブゲーミングみたいなことなのかな。マークがスカーズっぽかった。スカーズネイティブみたいなことなのかな。本社みたいなことかね。 SZN って書いてるもんね。うわーでもオプティックが強いです。さあここもエスティア3人チーム。春が認めた IGL ノックで、元ランク維持スキットルケイクス、レルム1位取ったことあるドロップで。もうエスティア3人チームですね。CC とオプティックは立て直せた。 CC とちょっと睨み合い。ただ発射台からまず一生チャーライが飛んでくるからこれどうしようって感じだね。スナイプとホニーがまだ残ってんのかなフェーズは。上からずっと撃ってるのがフェーズの可能性あるね。さあ潰しにいったオプティック。裏取ってワンピクトールで無理しないで回復する。ダウンしないことが大事だね。こういうとこうまい。こういうとこやっぱうまい。さあまた最後サイドは行って1人倒す。残り1人。ただ後ろから円も来てるけどここはなんとアンチない。なんとここはアンチない。さあオプティックはめちゃめちゃいい位置取れてる。発射台側の混戦を避けて一方的に打てる位置。しかも岩が入ってるしそこの段差もめちゃめちゃ有利に働いてる。もうどんどん継ぎ倒しにいってるよ。横取って強い。これはオプティックが一方的だな。混戦勝ち切ったのでかいな。さあミートラバーズ NRG も1人だけかな。で CLG は3人残ってるかな。CLG3 人ミートラバーズ3人 NRG が1人かな。多分2ダウン取られてるかな。違うよ。まあそっか。NRG が2人ダウンしてるけども4部隊だね。ただオプティックが圧倒的有利だね。いやこれでオプティック負けたらちょっとどうしたもんかって感じだね。さあ CLG がただ上から一生ミートラバーズを打てるんだけどもそれをオプティックが打っちゃうからもうどこもどうしようもない。どこもかしこもどうしようもない。さあもうドロップとかもうヘイトも受けずに一生気持ちいいね。ドロップって気持ちいいねそれ。ロングボでもその Q なんか入っちゃったらもうキルのバーゲンセルだ。もう割り切りでも戦闘しに行ったね。 CLG とミートラバーズがもう割り切って戦いに行く。これはもう2狙いお互い2狙いするしかないぞ。こっからオプティック潰そう。無理な話だ。これも諦めていったね。もうミートラバーズ諦めていった。2狙いにいった。いい判断。そうだね。射兵切れるとこで倒してこれはもう割り切り2だからしゃあないね。オプティックでーす。
いや相変わらずチャンピオン能力が高い。本当にダークゼロ、オプティック、ファン123ノーセプション、チャンピオン能力が高え。いや混戦を全部勝ち切ったのがでかかったね、オプティックはね。もうあそこで勝負決まってたわ。さあオプティック8キル、 CLG、 ミートラバゼン、RGCC、 ラニマルズ、ワイルドカードフェイズ、ネイティブゲーミング、 AJC と TSM がチャンピオン取ったけども、0ポイントで終わってしまったと。そう、今シーズン波激しいよね TSM はね。めっちゃキル取る試合と初動落ちっていうのがだいぶ多いから、ただ未だ TSM は1位、これはでかいね。こうビッグゲームじゃなかった分、ただだいぶ詰まってしまったと。左側は順当で、ちょっと心配なのはダークゼロかな。ダークゼロがいくらでも叩きたい人は叩けちゃうよね。この順にいたらね、乱暴入れたからだみたいなわーは言うけども、できればそれを跳ね返すようにね、ダークゼロはここからちょっと巻き返してほしいね。ダークゼロもビッグゲーム作るチームだから、チャンピオン能力がめちゃめちゃ高いチームだから、全然残り4試合で帰ってはこれますと。では3試合目いってみましょう。ちょっと水汲んできます。すぐ戻ってくる。on match number 2, and we were talking about their reset specifically in that positioning when they were fighting their way into zone on map number 1, and even it caught the attention of a lot of the coaches from the EMEA teams. Alex from J-Lings was saying that was an absolute masterclass, and now I'm looking forward to seeing some more artwork here. かぶりがないのはいいよね。見てる側からしたらかぶってんのちょっとね楽しく見たくなるけど、やってる側からしたらかぶってないのはでかいね。NXS とネイティブがまた IMC 周りでぶつかるとかどうかって感じだね。NRG はあれだね、こういうのああいうのは漁夫いかないんだね。2連で一応当たってるけど、無理して漁夫に行くとかはしないムーブだね。さあアンチは安定、また似たようなんじゃない？これちょっとあれか、養殖場寄るかな。ちょっと養殖場寄るかも。養殖場と発射台の間とか、そうだよね。そっち側寄るよね。ただアンチがまたフェイズ側に寄ったね。And then they also got gifted a crafter, so we look towards other teams and see like what has been happening for them. CLG over in Stormcatcher have crafting, have ring console, LAN coming. また似たようなムーブにはなるはずだから、さっきの反省を生かしてどういくかって感じだね。さっきの初動打ちとかムーブは、だからそれこそ TSM とかね、TSM とかはちょっとバルジャンプの行く位置がなかったからどうするかって感じだね。ただどっちも遠すぎるからな。やってるわ。また上ご覧ください。マップ北側またネイティブが攻めようとしてます。映してはくれない。ダウンのビーストのチームはだいぶどのリージョン見ても調子いい気がするな。物資強い。アンチも確か読めたかな。レプリケーターがある。アンチ寄ることも多い。結構強いというかティアの高いランドマークだよね。オプティックは前のスプリットからドゥープレックスっていうね、もう見た目から自物使いのね、もう優しき巨人みたいな人がロースターなのかな。スタメンには入らず、同じく自物界、元自物界のドロップ選手が入ったね。S ティアに代わり S ティアが入ったって感じだね。もうNA はもうドリームチームばっかりだよな。
でもちゃんとこのフェイズのホニー選手とかさみたいにさ、どんどん新しい上手い人たちが増えていくけども、さあネイティブと NXS はいやきついね。もうネイティブはもう完全に攻略してるね。 IMC 攻めだからレイスいるからね、ポータル使っても防げるしね。上から行くのポータル引けば。いやこれ毎回これだとさすがにこれ何試合目3試合目か。もうムーブは変え、来週どうする。 A と B でもこれで最後だ。 A と B これで最後だからもう見れないなこの対決は。多分 A 同士 B 同士ではないよねきっとね。やったな、なんか車をやったな、コンプレ逃げたとこをやった感じかな。普通に接敵して1人キルしてその後逃げたやつもやったって感じだね。コンプレも強いですね。Complexity seems to enjoy rotating throughout Shipfall, and they're going to have the loot to boot, already picking up 3 KP. 150ポイント溜まってるけどもレプリがないのがちょっと嫌だね。なんかもったいない気するよね、レプリないのに金たくさん持ってると。Exciting and very joyous here for them, but a lot of those teams making their way and taking the call saying, hey, it's going to be potentially that fish farms area, so they want to get good prio over there. すごい揺れる、すごい揺れるね。こんな揺れたっけロープ。酔っちゃうよ三半規管弱い人。ああ惜しかった、あと一歩だったのに。センチネルズはラーニマルズのウィングマンにノーティーのウィングマン。ノーティーといえばウィングマン使いだね。ウィングマン使いで有名なノーティーのウィングマンでワンダウン取ったけど結構遠いんかな。まあでも結構近づいてきてる、詰めてきてるよ。さあラーニマルズは世界大会の水準が見えかけてきてるから、今週この A と B は絶対に上位で5位以上とかで終わらしたいよね。アーマーも圧倒的ラーニマルズが有利。ただ周りの車線がきつく攻めあぐねてる感じだね。近づければねシーラがあるから建物線強いんだけど、近づくまでがねバンガがいないから近づけないよね。レイスとかアッシュとかバンガがいないと詰めれないね。センチネルズは一命を取り留めたと。トリプルテッカーネメシス待ちなんだろうな。落ちなかったんだろうな。30はまだ変わってねえか。さっき分かったまんまか。Plug and play is the least simple. They have one of the most specific game plans. ちょっと物資きついねセンチネルズ。ALGS Pro League here in North America. They do not loot. Sentinels are オプティックは発射台の西側の家取って TSM もアンテナの家を一旦取ってる。まあ外だね、端っこうって感じかな。外やっぱチャージライフルみんな持ってるね。24パッドチャーライですね。地獄の武器24パッドチャーライをインペリアハリが持ってます。オプティックはバルでアンチの中に入ってこうって感じだね。今回は中ムーブを選択してるね。結構まだ空いてる。うまいですね。ワイルドカードのレプターが2人やったのやばくないそれ。フェイズとかの車線もあったか。ワイルドカードの G7 レプターの G7 とチャージライフルフレックスのチャージライフルがあり、ただ起こせそうだね。詰めてわざわざ来ないね。フェイズは発射台からこっちにアンチが寄り切ると考えて強い上を取ってきたね。ミラージャートロワの養殖は家があるから、早いもん勝ち感があるけど
あ、いや、めっちゃロー、めっちゃロー、めっちゃロー。すぐ育つ、紫に。青アーマーデフォで持ってるとしてね、プロだからね、まあ、白アーマーだとしてもか、450ダメージなんかすぐだわな、プロなんかな。一瞬でチャーライ持ってりゃ、とりあえず紫になるもんな。そう考えると強えな。ワイルドカード、フェイズ、寄り切ってるね。寄ってるね。ネイティブがいっちゃ外から TSM はでも円には普通に入りそうだね。なんか高い岩の上とか取れるね。なんかめっちゃやってるね。なんか次のアンチの本当東側にばっかり、家側にばっかりいて、ダークゼロはまたチョークポイントというか、集団の間に入ってる感じだね。まあ、確かにダークゼロの立ち回りは守れば強いの。裏全部カットしちゃって、でアンチ内側はアンチ内側で密集して、で結果自分たちが孤立というかね、込まないポジションを取れるっていうのが強いんだけど、まあ、同時に打たれるとまあ挟まれて終わるっていう感じだよね。さっきの TSM にやられた時みたいにね、そこだけ注意って感じなんだよね。ダークゼロは本当に絶対に込まない位置しか取らないからね。家軍あったら絶対家側は取らないから、徹底してるね、そういうムーブをね。そう NRG はいつも通りなんかビッグゲームをせずともなんか調子良くなくねみたいにあまり映ってなくてもちゃんと安定したポイントは実は稼いでる。なんか大会の戦い方がうまいって感じだね、NRG はね。調子悪くても10位入るって感じ。おいナイス。スイートがカタリスト使ってんだ。まあむずいからね、カタリストね。まあ最もゲーム理解度が高い人が使うべきだとは思うけど、 TSM も春が使ってたもんね。インペリアル春が使ってたから、やっぱり一番ゲーム理解度が高い人が使うべきなんだけども、ただ TSM はこれを捨ててやってきてますが、さて NRG はカタリスト構成でどうやっていけるかって注目だね、そこは。チームダイバージュは2人かけて裏から入ってきてる。なんか一人 NXS のあれか、ネイティブに IMC で襲われて残った1人が車でアンチューンに入ろうとしてるけども、CC とかに撃たれちゃうんじゃないかな。いやこれ撃たれたくないんだよね。そう撃たれると他のチームにもバレるから、できるだけバレたくない。嫌だね。でもまあちょっとそれは痛いです。回復、家にいた時のために車線切っとく。でその後すぐそれを使って移動する。さあフェーズいい位置取れてるね。3キロも取れてる。チャーライあれかな、飛んできたかな、多分バルジャンで起こせる。なんと起こせる。これはでかい。さあ NRG は空いてる。このタイミングで空いてるかな。イケス入るかな。届く。それなぜか打たれない。なぜか危ね。今の乗れたか乗れなかったで、どっちにしろネイフンがかっきられちゃった。いやーもうダメだバル。きつすぎるバル。やっぱもうアンチ内に密集してるとこへジャンプはもう無理だ。ましてや
The nice thing for Noxious is that at the very least, ましてやミラージュアトラみたいにね空に近いともう打ち放題だもんな。100T もきついよ。100T もきついよ。ギリギリだね。ギリギリ。あんなもん運だもんな、ほぼ。ちょっとエイムはぶれたら死ぬからな。いや、かけだな、バルジャン、本当に。でもまだそれでもプラスの方が大きいんだろうな、バル使う。いや、でもあれでなんかワンピック取られるのなんかなって感じだね。あ、結局ワンハンダルとシービスもワンダウンは入っちゃったんだ。TSM が CC のロングボウで打ち抜かれてるけども、これもバルジャンかな。ただ起こせそうかな。なんかキルログ流れてないから、あ、そうだね。ちょっと遠目で打たれた感じか。さあ、春大丈夫そう。うん、やっぱ TSM はあれだね、バルジャンをなんか無理に真ん中に入るみたいなことはしないね。やっぱそうすると NRG みたいにワンピック取られちゃうから、普通に基本的には徒歩って感じだね。ただネイティブが打ってきて、多分別車線もあって、うわー、いやー TSM がちょっとまずいね。ちょっとまずいぞ。起こせる？いや、無理だな。いった、俺も痛い。相手も痛かったけど俺も痛い。お前見ました？ジャンプしてましたよ、ダウンしたのに。いやーきつい。うわーきつい。もうダメだ。もうダメです。もうバンガウルトが痛い。円も痛い。ダークゼロがどんどん周りを潰してってます。こうやってアンチの外の部隊を減らして最終的にチャンピオンを取れるね、円の中の位置に入っていくっていうね、そういうムーブですね。さあランボー新加入後初チャンピオン取ってほしいね。だいぶ周りの舞台が消えて入りやすくなったね。でも遠いな。バルいねえのか。じゃあもうあれだ、もう徒歩で行くしかねえんだ。徒歩で行ける。あと15秒で。時間大丈夫？やったね。一瞬でしたね。一瞬でしたわ。リスポンビーコンのとこまで行こうと。まずリスポンビーコンのとこにいると。リスポンビーコンのとこにいるからあいつは潰さなきゃいかんと。いやー、ここで時間かけるときついぞ。後ろにいるんだ。デッドワイデッドもう強すぎジェンバーテン。やんなっちゃおう。いける？それいける？漁夫か。ライズできちゃう。でかっ。入ってきた。ジェンバーテンちょっとやりすぎ。ただコーチ帰っちゃったね。ただバレてない？もしかしてバレてない？木のおかげ？回復して木切れちゃうよ。ナイス。起こせる？ウルトも耐えて戻る。いないこと確認する。かっきり入れる。右来てるね。アーマースアップする。
Where is my armor? だけ聞き取れました、私。俺のアーマーどこ行ったと。はあ、怒ってます。ゼロさんってちょっと怖い人です、実は。ゼロさんはね、ちょっと怖い人です、実は。はい、めちゃめちゃトキシックです。チームメイトにはめちゃめちゃ厳しいし、全然ブチギレる人なので、気にしないでください。まあ、完全に大パン入りました、ゼロさんも。はい、世界のトップ取る人は、まあ、得てしてそういう人はいます。2回アーマーサップしたんかな、それとも取られたんかな、今やってた人に。今打ち合ってた人に取られた可能性あるし、もしくはもうすでに抜かれてたか。でもかっきり取った人だったからな。かっきり取ったボックスだったからゼロの方が状況的に早いはずだったけど、まあブチ切れますよね、あんな。Where is my armor だけめっちゃ聞き取れたな今。Where's my armor？COL がヘイト買わない位置にいるけども円が先に外れるからちょっときついね。俺は上取ってるチームもう外れるから、あ、外れねえな。ミラージュトラー取ってる上取ってるチームは一旦強いな。ただそれ以外ド平地だよ。あ、家ちょっと入ってるか、北側の家ちょっと入ってる。いやこれ全チームきついわ。ゴミアンチや。これはきついね。せーので平地にボーンだ。せーので平地にボーン。あ、でも北側のオプティック側まだ平ない？オプティックがまだ兵あるぞ、遮蔽あるぞ多分。これはまああと視野かな。視野とバンガーのスキルをどう使うかでちょっと状況わかるけど、オプティック側の方が兵あるけど、いやでもあれかな、まだミートラバーズの方が円残るかな。あとミートラバーズは真下のコンテナとかは入れる。きついのが、COL とインパルスさんのチームだね。まあミートラバーズの方が余裕はあるかな。バルジャンで飛ぶかどうする？いやこれ平地ぶん投げられた後クリプトのウルト入ったらスロー入るのきついぞ。あー詰めていった詰めてった割り切りで詰めてったけども、上からネメシス、上からネメシス、左の車線をウルトで切って、さああと3部隊、左の方が強いねまだね。ただカタリストのウルトを炊く。うわーウルトバカ入った。やばい、あれグルだけ潰せるぞ。いやこれ早めに潰したいね。ミートラバーズは自分たちが下降りる前に潰したい。あ、ただオプティックは回復間に合った。あーこれはミートラバーズか。あ、これはミートラバーズだな。あ、ただオプティックあんま削れてない。オプティックがあんま削れてないからどうだ。平1の3対3。うわーなんだこれ、エイペックスじゃねえこんな。2対 1？ 2対2か。ああオプティック、あ勝つんですね。あそっから勝てるんですね。カタリスト強っ。カタリスト以外罪だったよな確かに。まあバルジャンとかもミートラバーズはあったけど、まあただオプティックが早めに終わらしたからな。オプティックがあまりにも戦闘強すぎたな。ああもう顔押さえますよそりゃ。2連チャンプじゃね。オプティック2連チャンピオンじゃね。11キルやっぱり強いです。チャンピオン能力が高いですこのチームは。さあどうですか。順位はどうですか。はい、いやオプティック1位単独というか差開いて1位。ワイルドカードがだいぶ安定してるね。でフェイズもアンチ早めに取っててキルも取れてるっていうのがでかいね。
結構アンチ内ムーブに変わったね、フェイズはね。アンチ内取ってキルはしっかり取りに行くっていうスタイル。まあ今これ強いよね。昨日の EMEA のどこだっけ、名前忘れたけど1位のチームもそのムーブだし、エパクノスで言うと頑張れお父さんとかもそうだし、アンチ内入ってキルをちょいちょい取りに行くっていう、あとあれかな、パルブレックスとかもそうか。だから、まあ、そのムーブしてるチームは結構強いね。か、もしくはオプティックみたいにもうちゃんとチャンピオン取りに行く。ノーセップオプティックみたいにチャンピオンをしっかり取りに行くっていうムーブができてるチームがやっぱ上位にいるな。いや、TSM が貯金がもう完全になくなったね。これはちょっとワールドエッジで巻き返さないと、このままズルズルいくと全然10位とかなっちゃうな。ダークゼロ NRG がちょっと今んとこ厳しいから、どっかでどちらもチャンピオン取って5位以内に入っていきたいって感じだね。ではワールドエッジ見に行きますか。ほら。And I think synergize nicely in terms of a counter, but also that's something that can play with the catalyst. But here we have seen this character stay a part of the meta over our 3-week break. They have not shifted too much in terms of what they've been playing. But keeping in mind our first half storylines of whether Optic will perform, we know they will. Whether TSM will do enough today to put themselves in a position to be qualifying for Split 2 playoffs would be kind of unheard of. Almost like Dark Zero going back-to-back and almost in the last day having to qualify or not qualify to make it into our first Split 1 playoffs of the year. That's still another storyline running underneath all of these performances that Meat Lovers are having. That phase. ランスラかぶってるよ。 Tons to pay attention to as they land out of the drop ship. It's game number 4. ランドスライドがなぜかかぶってるよ。 Into World's Edge. どうして？どこだ、どこが空いてんだ、どっか空いてるはずだぞ。いや、ミラージュ空いてるじゃん。ミラージュトロー空いてるよ。ランパートローバー。クソアンチナカムーブだよ。ショートファイトしてる場合じゃねえ。ノクシスが、まあ変わんねえな。戦闘が強いって思ったけど変わんねえよ。Hard to hold late game. Pretty decent in a moment like this. A Mastiff in hand and a Valkyrie. A lot of flexibility, but they've given up a lot of that high ground. And Noxious is going to go out. That is it. Kupski not having the best of. さあ時間を食っちまった。そこで移動した。CCE, CX will take care of that one. As we see, it's a center zone circle. You don't always see this. Whether it will pull. この辺だね。この線路らへん。線路らへんになるアンチだね、これは。ここです。ここになります。フラグメント側です。making their rotation over, but Dark Zero is essentially being gifted a zone alongside Meat because now they've been splitting. まあ鉄骨を取るとだいぶ安定するかな、終盤まで。さあ移動が早い。真ん中ってのもあってみんな移動早い。南側のチームの移動が早い。本当にくっきり分かれてんな。ハイエーチームとオセイチームが。さあ今度は NRG も当たる。 NRG もワットソン入れて、レイススイートのレイスが帰ってきました。NRG はワールドエッジだとアンチ中ムーブに徹底することが多いね、傾向的に。ただスイートがやられてしまう、活気も取られてしまう。痛い。ダークゼロがミートラバーズを G7 で落としました。ちょっと戦闘が活発だね。移動が多分ね真ん中に寄ってる関係上みんなね移動がねかぶるんだよね。ああうまいですね、うまいですねランボーさん。さあワンピック取ってるから2人ということが分かってるので3人で進みに行く。別からのチャージライフルのせいでより
よりミートラバーズがしんどい思いをしてます。あー、うわ、いや、うまっ。わー。わー。確かになんかあんま考えてなかったけど、ジェンバーテンネメシスはやばすぎるな。さあ一人テックだけ残って、ミートラバーズは一旦退散。ダークゼロはまあね、ここはね混まないんだよ。鉄骨はね混まないから取ってるね。あ、だからクリプト残ったのでかいね。クリプト残ったのでかいが、さあウルトタック、動き遅くなる、回収する、大回りをして車線を切る。ああ素晴らしい、お上手です。うまかったね。直線的に2個目取りに行くんじゃなくて、ちゃんと車線管理して取りに行ったね。うまいなやっぱり。On their team dynamic, you know, coming into match day number 6, they're one of the top teams in North America, but not enough people are talking about them. And he was like, you know, our team dynamic is basically him walking two dogs on a leash. He'll take them out, let them off the leash for a little bit to have some fun, and call them back after that time is over. And essentially here, Tech is about to call them back, get that respawn so we can get the team back up to form. You know, there's an interesting dynamic to a team that names themselves meat lovers and then wants to be taken super seriously from the outlook, and I think it's not a problem, but I think there's the essence of it does feel like this team has a bit of a jokey meme. あ、でもそこでは起こさねえんだ。もうめっちゃアンチ外で起こす感じか。まあそっか、ムーブ的にあそこで起こすとちょうど勝ち合う可能性あるから、まああえてもう絶対に敵が来ないところで起こそうって感じか。この時間帯だったら、ここはもう調査キャンプのチームは移動しきってるから、ここで起こすと。まあ、確かに目の前で起こしてたら倒しに行くけど、後ろで起こしてたら倒しにはいかないからね。いや、こういう細かいところがやっぱ勉強になりますね。はグリッチ E と GE と CCE がやって、CCE が敗れて GE が勝ちました。ただ漁夫が来るから GE は逃げてます。ちょっとクリプト増えてんな。やべえ、ランパート強い。この建物ランパート強いっす。You don't usually see that a double amp. You get the amp from the Sentinel Shield Cell buff, which is underrated. やばい、刺さっちまう。アルブラレリーのランパート刺さっちまうよこれじゃ。さあミートラバーズはもうゆっくりもうこっから始まるエイペックスレジェンズ。They've got a replicator too, Tiff, to get nice and healthy, get all those shield cells, syringes, batteries that they need to make this trek, which is going to take some time. No tridents here on World's Edge, which they do like to play around. They'll have to do the walk flying as Ainu goes down. Oh, X new. なんて読むんだ、X ニュー。注射器ねんか。それともあれか、もう一旦諦めたんか。注射器ねえんだな多分。でもう一回死んで起こしてもらってすぐ巻こうみたいな感じだ。でも結構きついね。結構きついぞ、こんだけ作っても。結局注射器に使うから物資あんま整わねえしな。TSM はチョークポイントをひたすら監視中。まあ、多分フラグメントが混むからな結局。最初アンチなんねえしなそっち側。TSM 側は完全にこの白円の東側を取り切って最終的に上から打ち下ろすっていう感じにしたいんだろうね。50 meters from where the zone is now to where it's going to end up being safe for them to have to progress if it does take more than the 58 seconds.
for them to get there, and Zone 3 starts to tick. But then, yes, Dark Zero has not moved. They are waiting for them. So what is in store for Meat Lovers is still a hard journey. We'll follow them in a moment. Right now, it's 100 Thieves, who earlier on where we saw a CCE UCX fight and take down Kubsky. They are holding that high ground. Optic Gaming on the other side tip. I'll leave it to you to set the stage for them because オ this is プ the テ team ィ you ックも highlighted チョークポイン earlier ト on, 取っ and て they have 隣 done に nothing TSM but かな左側に set you TSM い up るん for じゃないかな success and follow through with your prediction. They have been the top team by far, and I think it's shown in their excellence in the end game. Yeah, they've just been playing incredibly well. Their synergy is definitely there, and I feel as if they're only going to keep advancing as a trio. Currently first place on the day with オプティッ 45 クも points. TSM They も have to 考 figure えてる out ことは at 一緒 what だね point do they want to get into the 坂上を next 取り zone. 切 They're って currently in the chokehold of Geyser. 最終的に Most definitely フラグメント側から登ってくる going to チームを keep 一方的に their 打って back チャンピオンを取る clear っていうムーブだ and ね focus forward, but this is tough, right? Because Team Diverge is looking down the sights. They know that there's a team inside that chokehold. So how do they want to approach this with the Skull Piercer being inside the crafter as well as the 30-30? Sleepy Panda was like, you know what? I'm just gonna craft me a Skull Piercer. I'll craft a 30-30, and we'll just have just an onslaught of mid-range damage. So I'm curious to see at what point they want to rotate, but they have been spotted by Optic, so they're going to さあチームダイバージは outskirts and just charge rifle galore. 入ってこようと思ったけどそこはしっかりオプティックがもう絶対に行かせないように守ってるけども Through the tunnel やめたね and go in zone out on the other side if it's possible. やめたわ They may not have time. Maybe they're just dropping 位置 back 的 to には圧 try 倒 to 的に dive 勝てる位置なんだけど Optic who have given up the chase and staying in zone. あれかな TSM がいるの分かってたからあそこで戦闘するとき振られると思ってやめたんかな They've retaken that building where we saw originally Tech do his thing with crypto and get those banners back. Dark Zero still ワンハレッ holding ドシーブスもランドスライド側を裏切ってからゆっくり入っていくと ceiling building with the zip lines. So だから次の円入るときに目の前に敵がいるね You know, Vaxlon's got their work cut out for them here. They're able to clear their back, making でも sure 思 that ったよ no り one's 遠く making ねえ a な late out of 洞 zone 窟出て push すぐ towards アン this チナインに tunnel 入っ out て of る landslide. But there is a team on the other side that is definitely knowing that 100 Thieves is there, and they've had さあ a こ rather の slower 地獄 start の to フラ the グメン day. トが This こ is っ gonna ち be 側 one は of those things where they're just going to have to fight きつい their ね way out through the 次の teams 円 in で front だい of ぶ them. 外れるから Meat lovers, full force, ミートラバーズはあれだね have made their way out of 2個目のレプリケーターで物資がどんどん住宅になってってるでかいでかい the white shield because on crypto, once you have that EMP, it's going to be the best way for you to kind of bully teams into leveling up your shields. And another thing that Tech had mentioned is they like to get teams because their strategy is very kill heavy. They want to put themselves in spots in zone that enables them to really put a lot of pressure and essentially bully teams into just uncomfortable positions. The game plan is to get as much KP before they die since their comp isn't as strong in the end game, but it's been a little bit different, especially with bouncing back off that second that we saw in map number 3. Their mid game is strong and the ability to clutch up and kind of regain. さあ TSM はしっかりチョークポイント取って南側はカットしてから入っていきたいね今春が取ってる位置までは入れると Meat lovers taking a little bit of damage, firing away as well. Dark Zero still in front of them, but TSM sitting in 5th place. It's a good ほんとチャンピオンを取りに行くムーブをしてるね オプティックは逆に南の部隊を全部潰してハーベスター側から入ろうっていう感じかな多分 TSM 側からは入らないよね多分ね Maybe even to be floundering because you feel like sometimes you can take it easy, sometimes you might have to perform. They know it's just we got to do it or we're going out of here. We haven't been good enough in the first split, and that has given them some very, very clear direction. Few Valkyrie ultimates right now. Skyward dives to reposition. In fact, Dark Zero as well, getting contested here. ダークゼロな、いや違えな、ダークゼロは鉄骨側いたから、ダークゼロじゃない、どっかのチームと当たってる。さあ固めた、これ強い。カタリストがいない敵に対しての建物戦はマジで強えぞ。あ、壊した。でもそうだね、壊すのが正解だね。ワットソン対カタリストだとね、ちょっといいね、いい展開だね。あ、いいグレア。
いやー、どんどん縮こまっちゃう。どんどん縮こまって。うまい。いや、うまいね。ノーダウン強いね。ベッチもでもやる。強いね、スキットルケークス。さあ、ミートラバーズは円に入ろうとしたところを撃たれて1人ダウン、1人角切る。クリフトは死んでしまった。ただ暴れた。いいよ、いい M ですね、あなた。上からもいる。わ、きついね。きついね。まあ最初のうちはあそこなったよね。まあまあそこになるでしょう。さあこの建物が地獄、フェイズとワイルドカードと TD チームディバージュ3チームいるね。3チームじゃねえか。この建物に2チーム、もう1本の建物に1チーム。どうしようもないね。全員不幸だ。一旦ソロを潰しに行く。うん、ノーダメージで潰す。フェイズの方が動きやすいかな、下だから。さあ CLG とオプティック、漁夫に来た CLG に対してオプティックはワンカッキル取ってんのかな、多分。まあここも潰して南側からゆっくり入ってきたいね。これを早く終わらせたいね。あと16秒。最悪飛ぶしかねえんだよな。飛ぶかな、飛びそう。うん。でバルキリーに、まあ私スナイプダウン。いいえでパッドだったな、ちゃんと。偉いね。ああ、そしてここにワイルドカード対カタリスト。さあただ円が来てる。塞ぐ。音聞こえるからね、早めに出やすいけど、ああうまいです。あんたうまいですね。さあ混戦、うまい、うまい、ピースキーパー。後ろからワイルドカードが TSM が死ぬ。オプティック、オプティック飛んできたな。飛んで多分 TSM 潰した。多分やってるとこ入ったの。キルログの流れがすごいです。ワイルドカード我慢したの偉い。無理にアンチ内入らず後ろ取ったのはでかい。すげえ構成だな。さあダークゼロが鉄骨から、いやいい位置取ってますね。下にセンチネルス。ランパートいるな。ランパートか、いやイーグレ、それはイーグレ。ただ近づいてきてないことは分かるところで。いややだね。やだねそれ。ナイスグレ。やった。チェーンバトルネミスがやばい多分。さあ下にもセンチネルズがいるから、今辛かったのラニマルズか。ワイルドカードは頭1個出しのポジション取れてるから、まあまあ強い。あと何チームだ。ネイティブいい位置なんじゃない。6チーム中4チームがこっち固まってるね。ワイルドカードは広、まあ円には入れてないけど位置が強いから減らしたいね、舞台を。円入るとき一番きついからな。飛ぶマジ。なんと強いね。
あ、なるほどね。うわー、これ強すぎる、ダークゼロが。賭けすごいな。ゼロのレイス。なるほど。さあ、南側を、北側、フラグメント側を全部取り切りました。ダークゼロ。ダークゼロあるぞ。ダークゼロあるな、これ。さあ、オプティックが南側を制圧できれば、南のオプティック VS 北のダークゼロ。ネイティブが1人、センチネルズも1人、賭け多いな。で、多分ラニマルズも1人だから33111だ。まあ、多分オプティック VS ダークゼロになるね。で、一緒のムーブだもんな、お互いに。ただそれが北だったか南だったか。早めに潰すね。終わった。さあ、そうだね。オプティックとダークゼロは周りの賭けを早めに潰すことが大事。いや、オプティックの方がでも上取れてるし、アンチにも近えな。うん、ダークゼロはちょっとソロが近くにいてやだね。あ、落ちた。いやー、攻めのダイブだったけどね。嫌いじゃないよ、そういう攻め方。さあ、ソロと33。さあ、ダークゼロ早めに潰す。これはいけないね、これはいけない。さあ、シンプル3対3。シンプルに戦闘が強いやつが勝つ。どちらもファイトトップクラス。これおもろい。これおもろいよ。どっちの戦闘が強いの？オプティックとダークゼロ。キーマウチームとパッドチーム。ああ、ワーウィングマン。うわ、ダークゼロが勝ったー。おーい、でかい。ランボー加入して初チャンピオンです。ゼロ叫んでるぞこれ。見たかクソどもって言ってる絶対。いやなんか久しぶりにプロ同士の、しかもファイトが強いトップティアチームのシンプルな3対3見たね。いや、ほぼ互角だったね。どっちもキル数としてはほぼ一緒。センチネルズ、ラニマルズ。キルがもう2チームに固まっちゃったね。あとはまあ、おのおのちょいちょい。TSM、いや、TSM がまずい。初戦チャンピオンからほぼポイントを取れてないな。3試合です。3試合で4点ぐらいしか取れてないんじゃない？ 3 点か。3点か4点ぐらいしか取れてない。ちょっとオプティックが強いな。まあ、ダークゼロはさっき話した通り、この辺に行ったけども、ワンチャンプでガッと上がってきたね。フェイズはアンチ内取ってる関係上、やっぱりだいぶ安定してる。もう、まあ、多分、今、トータルのね、プレイスメントポイントが2位だから、非常に賢い戦略で、ちゃんと勝ちにいってるね。ちゃんと世界大会を狙いにいってる。さあ、オプティック、ダークゼロ、ミッドラバー、スウェイズ、ワイルドカード、まあ上位チームがどんどん軒並み上がってきて、TSM だけちょっともったいない感が出てるね。うん、最初20何ポイント取ってからのこれだからね。あと心配なのは NRG だね。NRG がこけてる。だいぶこけてる。この終盤でのこけは痛いぞ。世界大会がちょっと遠のいてるな。今、現状10位だけど、C を考えると、実質14位とか15位だから多分。そう考えると、この週でこけちゃうのは、NRG としては結構痛い。TSM は、
現状で考えるとちょっときついぞ。多分毎週4位以上とか取らないときつかったと思うから、ボーダー的に。うん。4位3位は取っとかないとまずいね。ただ結構差開いて、10ポイントぐらい差開いてきた。オプティックがちょっと強いっす。ちょっとオプティックが強いっすわ。あれてかさ、待って、X セットって試合数少ないのに1位なの？もしかして。ちょっと化け物かもしれないな。もしくは NA はあれか？ C は少なくないのか？もしかして。EMEA と APAC ノースは C 少ないんだけど、いやでも順位表見る感じ C が少ねえな、多分。あれだな、X セットが多分化け物だな。そうですか。さあ、ちょっと待って、ごめん。まあ、何はともあれ、第5試合を見に行きましょう。Not to mention the fact that Wildcard are having one heck of a day. Looks like that new org buff is shiny and nice as they've been playing really confidently, so confidently in fact that they are one of our only teams. さあ、サマーオプティックはまあだいぶ安心できるとこになってきて、ダークゼロも4位までいったから、もうちょっとダークゼロとしてはもうちょっと伸ばしたいよね。さあ、2位3位争いが結構熱くなってきた、激しくなってきたね。ちょっと全員中途半端なとこいるんだよな。アニマルズとか TSM とか NRG とかがあと一息伸ばしたいみたいなところにずっといるから。さあ、ハーベスターがかぶった。 CLG とネイティブかぶせたな、多分。わー、あれか？ CLG はランドスライドいたかな？ランドスライドいた、多分ランドスライドでかぶってたどっちかがハーベスターにかぶせに行ったね。まあ、上位互換だしな、ハーベスターなんかランドスライドの。CLG かな、多分かぶせに行ったの。まあそうだな、かぶせた側が下打ちなんかしないもんな。かぶせられた側が多分下打ちするから。かぶせられたネイティブが、まあ、しっかり倒しましたよと。さあ、またもフラグメントによって、これはな、雪山もしくは、いや、多分この辺かな、多分ここからこの横引いて、ここからこのこうで。からこう横引いて、でもなんか、この辺な気がする。さあ、また家が密集してるから、多分多くのチームは家の中に入り、オプティックとかダークゼロは家から外れた場所を取りみたいな感じなんじゃないかな。ダークゼロはここだね。多分ここが最終円になると呼んだね。多分もう最終円読みでも入ったね。まあなんだろう、ここだとコム、ここが最終円だったらコムもクソもないからね。コムもクソもないとこを取ったね。でバルで飛びやすくて、まあ、移動もし、ああ痛い。ね、多分ね NRG は大量キルチャンピオンを狙ってるね、多分。
明確にやるんだよね。明確にこういうちょっと自分たちが不利ななった時は明確に10何キルチャンピオンを NRG はね意図的に狙いに行って結構高確率で取るから、多分この試合 NRG はハマると多分10何キル取って試合終わると思う。これは何回もやってる。世界大会の本戦でもやってるし、完全にキルムーブに切り替えてる多分。でも構成ちょっと違えな。いやでもローバー構成でもやってたしなそれ。多分キルを狙い結構積極的に狙いに行くと思うんだよな。さあだいぶ遠くまでポータル引いてるな。様子見で行ったのかな。様子見で行ったな。多分情報取りに行ったね今ポータルで。ダークゼロとダークゼロマーケットまで移動したね。ハールとシーブスは一番端っこの家から、結構広めに取ってるね。2家1家捨てて移動しつつって感じか。ああ、ハルがスイート落としてんな。遠距離か。あーネイティブ、あーいやここきついか。ここがきついな多分。思ったより周りに部隊が多くてヘイトを買ってしまってる。あー出張の春。pushing out of no name and the building with the beacon is going to just overextend out and really put the finishing touches onto NRG. We saw that opening not come from HAL themselves going on to Sweet. さあ NRG はもうきついね。この週はだいぶポイント落ち着きそう。逆に TSM は取れるキラーも積極的に取りに行ってるね。ブッシュも潤い。And I've come to terms with I think they're completely two different IGLs. Like Sweet will literally think 200 steps ahead, very maniac brain, big brain, right? But if something goes wrong in that もうでもさなんかさ春のパッド移行してからさなんか生存能力ってキーマウだからとか関係なくなってきたんだなと思ったよね。春別にパッドになったからっつって全然死なねえもんな。その車線通るからとかさ逃げとかさ全然逃げれてるし生存もできてるし、やっぱ車線管理とかタイミングとかなんだな。キャラコンとかも大事だけどそうじゃないところで春が逃げ切れてるから、パッドだから逃げ切れんは全然言い訳ってことに気づかされるわ春見てると。残念ながらイースト寄るね。多分駅だと思うんだよな。この辺になると思うんだよね。コンプレの取ってるうちはいいね。比較的攻められにくいし、多分アンチに寄らないと思うから、一方的に戦いやってるところをチャージライフルで撃ってるって感じだね。I love the way you worded that. Adaptable in the heat of the moment is exactly what I was trying to go for, but my brain doesn't. さあ多くのチームが集まってきてるね。フェーズはクリマタイザーからそのまま南下して展望をあさっての橋を取ってるね。まあ多分位置的にアンチの中には入れないと読んで遅いムーブに変えたね。
that is broken here alongside Dark Zero and Co. Meat still out in front of them, so a rather challenging lay of the land, and a lot of teams are inhabiting this space. And this is as predicted. When we have a zone that includes Fragment, a lot of teams like to prioritize まあ次の円で最終円は大体分かってくるかな。They're used to playing out in Fragment and making 次 use の of 円 the 出してくん space ねえ as かな。 much as you can coexist. The problem here 第3円を出 does してほ come し when い。 the zone does eventually leave Fragment. If we don't go dead center of どっちも say, 読んでねえんだろうな、 train 多分。 a lot of these teams are going to encounter each other on the way out, and unfortunately, it just ain't that much fun. Teams like オプティッ Sentinels, クがやりそうだな。 Bucks, オプティック even が off to the north, チーム should デ have ィバージ much ュ better time と than やりそう。 those この2 currently チームは結構当たるね、 sat 展望でね。 with ムーブが似てるというか placement points. まあさっきも似たようなアンチで似たような展望で当たってたから、まあ毎回そうなんだろうな。オプティックが追い詰めてる感じはするけど。Zero is out, and it's going to be Team Diverge, which is exactly who they had ran into last time. So a lot of the same, and that's kind of what you have to think about. ただそんなに無理に攻める感じはしないね。 Your macro, like in a sense, that next level of not only worrying about your rotations, but you're going to run into a lot of the same teams when those zone pools are similar. So they know that. And Optic can really put the hurt down onto Team Diverge because they're going to. 確かになんかオプティックって外ムーブっぽいけど、ああいう漁夫なくても無理して戦闘とかしないんだよね。だ本当なんか立ち位置でキル取ってる感じするな。有利な位置を常に取り続けて取る、もしくは混戦勝ち切るみたいな、なんかああいうちゃんとした3対3をやってるイメージあんまないな。Doesn't even look like anybody's here. In these tunnels, their rotation in is その辺の押し引きというかがハマるとこういう感じで大量ポイント取るし、たまにハマんない時あるんだけどね。でも先週と今週はハマってるね。バトロワがうめえんだよな、やっぱり。エーペックスがうめえのよ。さあ、あいつ邪魔だね。あいつ早く。あ、でもずっと見てんな。あいつずっと見てるよ。もうでもあいつずっと見てるよ。あいつが見なくなったら入りたいのに。フォーニーがずーっと見てる。トロップが先んじて入ったね、まず。ダークゼロがファイト勝ったかな、多分。でもキル入ってないな。なんだ全バーテンにキルが入ってないだけなのか。確実に戦闘はした感じはするんだけどな。Yeah, we'll meet on the other side, kind of holding train station here, and now Dark Zero relegated to a 2-stack. Meat has that initial upper advantage. Seer tax being pushed and product. 移動しようとして狩られて一旦逃げてきたのかな。うん、キル入ってないね。移動失敗した感じなのかな。You can see they're going to be moving towards trying to get Zero back into the game. Hopefully they'll be able to pull this res off as not a whole lot of time. You do have to be あ、そうだろうね。普通戦闘に負けたんだとしたらあそこで起こせるわけだよもんな。もともとあそこ取ってたのに。Dark Zero could very well be sent on. It's an opposite direction move from the meat lovers, though, putting themselves a little あ、やっぱ最終円 more central towards the zone. この辺だね。 Making great use of the 今日は当たります、僕のアンチュミは。この辺だね、やっぱ。もうちょい期待になるかもしれないけど。まあ、おおよそ合ってるわ。It's going to keep doing that, and actually, interestingly enough, from our perspective, we know Sentinels actually sit right outside of Fragment, benefiting さあ、起こせる方でいるね。I mean, to be fair,
いるんだよね。まあ、レイスだからまた遮蔽もあるし逃げれなくはないし、ただアンチの中にね入れないんですよ。駅がいるからミートラバーズ。さあチームディバージュと NXS ノクシアスはちょっと車線がやばすぎるね。グリッチエナジーが上から打ち下ろしてるね。エネルギーかな。飛ぶかミートラバーズが隣の家に入ってネイティブとちょっと睨み合う感じ。さあ詰めそう。ナイスグレー。うわワンピック取ってるじゃん。強っ。いやマルグレーやっぱ強いというか上手い人使うと。うわで上取り切った。いやでかーそれ。さあグリッチエネルギーは上からアンチ内に入ってやってきたけどもぶつかったね。どことワイルドカードとぶつかってるのかな。さあそこに漁風できたけども別チームです。出張インペリアルハル。出張成功だね。うまいね。こういうムーブもできるのがすごいね。アンチの中入っておいて出張してキル稼ぐとかもできちゃうからいろんな戦い方ができるからやっぱり NRG とか TSM っていうのは強いよね。本当は2倍スコープ欲しかったけど忘れたね。本当はヘムロックから2倍スコープ落としてから入れ替えるのが一番理想的だったけど。さあミートラバーズとネイティブかな多分。上取ったミートラバーズがこの家を取り切ろうと同居は許さんと。同居許さんというかネイティブ攻められてる側なんだけど。ただバケモンだな。ネイティブは絶対死守したいねここ。バケモン要塞が完成し始めてる。まずい。でも絶対に気持ちよくなりたいから絶対に死守するはずここは。プッシュねえな。ネイティブさんプッシュないですね実は。あんたらプッシュないですね。さあ雪山の戦闘をコンプレとずっと雪山取ってたコンプレに多分どっかが突っ込んだか入ってきたところを上から打ち下ろすフェイズか。もう2人やられる。おえこれはオプティックも来たのか。いやフェイズ強っ。フェイズがあそこから倒したんだ。でも最後はオプティックが取れた。いやオプティックがまた混まない方にいます。やっぱり混まない方にいますこの人たち。この人たちってか完結側いたよね。南側いたのにこっちまで来ましたよ。いやそうこれが強いんだよなオプティックは。もうね縦横無尽なの。そうか完結側回って
ぐるっと回ってきたよね。そうだね、アンチ以外にいたもんね最初ね。いやこれ強で雪はまだ入ってるでしょ、次の円も。これオプティック通るかもな。さあ TSM は下にいるけどアンチきついから、これ上の LTC を潰したいね。フラグメント側が終わる前に潰したよね。そうそっち側から来ちゃうから、ホライゾンで上がるかな。9で上がる、上がるね。さあ周りの左遷のはどう。やっぱ雪山から撃たれるね。きついね。どんどん減ってく、どんどん減ってくけど、オプティックがキルを流しています。もう3チームだ。あれさっきまでいっぱい9チームぐらいいたのに、もう3チーム。センチネル VS オプティック VS ダークゼロ。いやまたダークゼロとオプティック残ってる。ただダークゼロはもう1ピック2ピック取られたかな。もうきついね。ダークゼロはもうきついとして、高所取れてるのはオプティック。ただ最初アンチに近いのはセンチネルだから、カタリストで車線作ってアンチの中心に近づいていくんじゃないかな。その前にただダークゼロ早めに潰したいよね。Well, the question is, if you're Sentinels, how do you approach Optic Gaming? We know Dark Zero is still kind of 視野のウルトに対してセンチネルズがクリプトを積んでるから、戦闘になるとメタがスキル的に強いのはセンチネルズ。ただもうワットソンか。なんかどっこいどっこいだな。さあダークゼロが多分両方から撃たれるだろうな。これは多分両チームとも両チームともダークゼロを先に潰したいし、絵も外れちゃうか。さあオプティックが早めに潰しにいった。早めに潰しにいった。もうダークゼロは1人だからもう気にしなくていいということで、早めに潰してきて広く取った。囲んだ。ただ削られすぎ、削られ、うわーさあやばい、岩上が強すぎる。さあノックでも1人返して2対2、2対2。嘘、全然強かったオプティックが。強っ。ワンピック取られてたけど、その後多分返したわ全然。あれ3連チャンピオンですか。ちげえな。ダークゼロが勝ったけど順位ポイントがえぐい。多分1位2位1位とかだ。ちょっとオプティック強すぎです。はい、ワールドカードがなんだかんだポイント稼いでんだよな、ちゃんと。もうちょい見して。そうワイルドカードがねキルも勝ってて毎回上位いんのよ。ダークゼロもそう同じです。オプティックが強すぎます。 TSM がもうちょい伸ばしたかったね。キルがもうちょい伸びればだったけど順位は多分変わんないね。フェイズも安定はしてるけどちょっと順位下がるんじゃないかな。フェイズ1個下がったね。でダークゼロワイルドカードが上がってきて、オプティックがちょっと強いね。ちょっと強いねこの人たち。TSM は6位キープと、もうちょっと上げたい。 TSM は6位だときつい。で TSM だね。 TSM じゃ NRG だね。NRG がちょっと
ちょっとどうしよっかって感じだね。こう10位台には一旦入っときたいね。今10位だし。そう、現状キープではいきたい。さあ、そんなラスト試合。NXS がミラージュに行きました。空いてるとこにやっと行きました。さあ、またフラグメントに寄りました。これはね、雪山もしくはもうこのど真ん中、フラグメントのど真ん中。てかさっきあれか、ダークゼロあれか、自分たちのアンチだったから、近かったからアンチ内入ってただけか。真ん中寄るね。全試合真ん中じゃない？これまたオプティックとどこだっけ、どっか当たるぞ。 TD か。あ、まあそっか、アンチ、そっか、ここだから当たってんのか。毎回こここういって、こここういって、どっちも完結で当たってんだ。さあ、まあただマップスキャンというかリングコンソール読めてるチームと読めてないチームによってね、だいぶ分かれるだろうね。でも結構読んでんな。まあそっか、 NA 多いよな、読んでるチーム。ランパーとカタリスト、なんだっけ、ワットソンを積んでるチームがほとんどだから、A は読んでんだなみんな。さあ、ネイティブゲーミングはワンピック取られた。いい開始、いい開始。さあ、一旦鉄骨いって落ち着こうって感じだね。痛いわ。偉いね。これ味方のために自分だけが生き残るんじゃなくて、味方の撃たれた方に打ち返す準備をしてるね、今のはね。They're getting into a scuffle with glitch energy, and I believe they've got one or two members down, so they just need to capitalize and finish this. グリッチエネルギーが1人ダウン、1人かキル AJC とかぶってます。さあ、ダークゼロがネイティブを1人倒して、インペリアルハルがチーム D バージョン移動中だね。多分移動中当たったね。ドームのチームが来た北上してたところをインペリアルハルが潰したと。一人起こしたな。さあ、そこ起こしたね。あれか、起こそうとしたところを一人潰されたんだね。もうキルポ取りに行くよね。キルポ取りに行くよ。もう TSM はもう大量キルチャンピオンしか狙ってないぞ多分。いや、でそれで取れるのがすげえわ。これ、まあ、さっき NRG の時に言った、まあ、キル狙ってキルを積極的に狙って大量ポイントを狙いに行くムーブをしてるね、明確に。Match day number 4, their World's Edge victory was first place 9 elimination. So maybe we double down and find something a little better than that. Certainly could do. They've started off real well. The three 多分だからネミス持ってんじゃないかな。今までだとチャーライ持ってアーマー育てようだったけど、多分今回キル狙いに行くからネミス持ってんだと思うな。Much space they'll be able to control, especially as they move up towards Fragment, because let's not forget, they used to land there as well. Extended light mag here, level 2. You always gotta ping a light mag for your teammates. Let's go, Hal. Let's go. CLG が割と近くまで来てるけども、TSM はまだ気づいてないかな。ワンチャンワンピック取ってやろうぐらいに思ってんじゃないか。飛んだね。ああ、でもバレたね。バレたバレた。シャイニーの位置はバレてないから、多分最後これ狙いに行くんじゃない？うえー。
considering scouting things out for す the ごっ。 rotation. 今の分かったのかな、打たれるって。 Further along, opening up the やめたね、 possibilities 今 for ね。 CLG to make their own まさに maneuvers 打たれようと towards するとこ Harvester, やめた maybe a ね。 little bit of geyser. Now that they've got full information on who's around them, the fortunate thing is that as so many teams have already piled into zone, most of our edge squads, like CLG, and that's a sentence I didn't think I'd say today, do have a little bit more time to take their own route in since they don't have to worry about teams at their back. Sweet bow check in hand. さあ NRG は構成は変えずアンチ中ムーブの構成だね。ちょっと固めにいってるね、今回は。切るってよりかは。痛いよ、痛いです、それ。ラニマルズが強襲されてます。アニマルズも伸び悩んでるね。前の週調子良かったんだけど。ちょっと世界大会が厳しくなってきたね。couple of weeks, this squad can absolutely survive, even thrive as we get later on into the もうオプティックはもう悠々と、もう悠々とだね。もう無理もせず、ただただいつも通りのムーブをするのみ。おー、みんな円入ってるね。さあ次の円だな、次の円でだいぶわかるよ、最終円が。まあこの雪山、エピセン南の雪山もしくはフラグメントの間、どっちかだね、最終円は。エピセンの、エピセンが寄ったね。ってことはあれだな、エピセン南の雪山付近だな。フラグメント混むぞ。フラグメントがバカ混む。あ、そう、多分この辺。コンプレが取ってるらへんになるね、最終円は。フラグメントいるチームめっちゃきついね。オプティックとかは東側からゆっくり入れるからいいんじゃない？東側の雪山多分取るんじゃない？その後ちょっときついけど、フラグメントが潰す間までは生き残れんじゃないかな。あ、フェイズいるね、フェイズいるのか。オプティカだからフェイズ潰さなきゃダメだね、ここ取るんだったら。into, and there could be a battle towards that bridge. I wouldn't be wanting to fight Optic anytime soon. FaZe バレ give た。 up some serious ground right now, putting themselves in ただ次の円が入ってないのが分かったから、さっきの雪山は手放したかな。making sure that nobody wants your spot and you can farm up as you like during the remainder of the game. Optic are going to be playing things slow, but they are not the only ones that were scouting out around the eastern side of the map. Fragment East has become very populated as well. TSM, Meat, Wildcard, and LTC all sitting right next to each other in what is increasingly going to be a good spot to exit as Optic. 最終アンチに近いところを狙いに行ったね。もう死ぬほど痛いけど。危ねえ。もうバルやだよっていう声が聞こえるね。ケアパケがなんとケアパケが。
you can kind of stabilize once you get under cover. Now, had complexity maybe picked up a knock on to Skittle Cakes, they まあ could コン have プレの位 really 置が依 pushed 然 the 強い issue. ね。ああやっぱそうだよ At ね。 this point, you do not want to give up ほ your ら offense. 皆さん見ましたか、ここですよ。 I do really appreciate 読めるんです as well that 私アンチ。 liberal with their cooldowns down on the こう low なったで ground. しょ。 As soon as they land, もうなるって言ってたでしょ。 Skittle Cakes is in trouble, but they dropped the Dark Veil just to make sure さあ that ダ the ーク Invo ゼロが Seer doesn't have a problem when coming back to the squad. まあさっきのアンチと一緒で あの家を壊れた家を取って CLG を潰しに行ったね。行ったそのぐらい。さあ起こせるか。ただあー壊れた。起こせるか。起こせる。ただすぐダウン入る。 The challenging part of 回 this 復 is したい。 those level 1 knockdown shields. It's so easy to push right through, and いや that's きつい。 exactly what happened. Mamba うんき able つい。 to kind of マンバさんき body つい。 block by his teammates, get a shield bat off, but I don't think that Dark Zero is going ゼ to ロが出 allow 張しに this 行って to go on much longer. Zero feeling that passion is taking out the piercing. あウルトも使う。 going up, and now they あ have 漁 all 夫 the 対策だね。 information available to them to be able to で飛行っつ continue ってる the ね。 battle. 漁夫来るから飛行っつってるね。 First off, is that there's another い squad. や今のうまいね。早めに使うことによって漁夫が近づいてるかどうか分かった状態で倒せるんだ。さあスイートもちょっと削れちゃって。いや痛い。さあレイスがちょっと増えたね。センチネルズがミートラバーズを落としてんな。 found their footing and have been really exciting to watch the last two maps, and it's tough, right? Dealing with roster changes, trying to adapt towards that, but Dark Zero able to keep punishing NRG. さあ裏からも来てて、 You can see that Nathan まあ裏のチーム警戒しなきゃいけないね。 So it's going to be rather challenging for Dark Zero to take that engagement, knowing that there are so many teams within their vicinity, so it's not going to just be a さあ 3v3. NRG は今までと違ってちょっと落ち着いたムーブが、なんかゴテゴテじゃないムーブができてるね。あ建物間のファイトで一人やったって感じか。かワンピック取られて隣に引っ越したかミートラバーズが。 いった今の。 All these pros are operating with minimal おいやい towards the end game, and oh my ロングボ God, ーロングボーヘッショ to the face as he gets taken down. 多分フォーカスをしてたところ横からフォーカスされたね。ダウン入ったら見えたよ。 kind of utilize the jetpack passive to get back alongside Funk. Two are better than one. You want to have your strength in numbers. I don't think they're going to be まあ able そう to だ get よ a ね。そのアン respawn チになる here よ onto ね。 Tech unless さあ they TSM potentially は find a も Moby う available 外を一個 to ず them, つ but 潰すムーブだ Dark ね。 Zero still here in this broken 大量キル欲しい building, し。 holding onto the やりきるんじゃない outside ダークゼロ。 TSM still trying to push さあだから forward ホライゾンがいるってことが多分わかるから、それに対してどういう tries to withstand. 弾き方をするか。TSM はホライゾンを起点に春を起点にどうやって攻めるか。まあ正直ホライゾンに対する対抗策はないよね。あとはランボーがいましたわ。ランボーがいました。対抗策ランボーです。もうほぼ削れた。Yo, we talk about one of the most aggressive さあ seer pushes that I have ever seen. こ Rambo れ残り going ジェ down ンバーテンが zero and Jen Burton able to both うやうまい and go back. うまい Jen Burton throwing ちゃんと Q 使うの偉い。 doing so much damage because TSM has nowhere to たかっきり取られたのでけえな。 from Jen Burton, but just like that, さすがに起こせないよな。 attacking in 16th place. 秒はあるけどビーコンでは起こせないよね。さすがに時間ねえもんな。無理だね。 NRG とか見てるだろうし。いやワンピック取られたのでかいな。リスポンビーコンあればって感じか。リスポンビーコンあるわ。即起こししてポータルで円の中入るって感じか。いやこれフラグメント側に密集しすぎだわ。 CLG が COL かコンプレが強すぎる。
the rampart that you see on native gaming, the space that コン you プレが強いけども、ただ広くやってるからバルジャンとかで円の中取られたらちょっときついぞ。ポータル引いたね。ポータル引いたけどポータルの先が敵いたんだな多分。あー、きつかったね。completely eviscerates Dark Zero and are able to utilize the Watson fences for the presence. Now they're turning their attention to でもああいう時の呼吸が多分まだまだあれなんだろうね。あそこは絶対ダウンしちゃいけないところだから、ただランボーからしたら味方も一緒に来ると読んでの。いや素晴らしい。あそこ乗れる？乗れる？乗れない？乗れる？乗れない？わーお、オーマイガー、うますぎる。それはそれはうますぎる。さあオプティックは下を全部潰しに行くね。もう諦めてフラグメントの部隊を全部潰しに行こうと。Meat lovers down to sentinels as well as Optic Gaming is allowed to get a free reset right here before pushing forward. Sentinels and LTC are going to be pitted against each other inside the building, and honestly, COL から撃たれてるから多分雪山から。オプティックはさあオプティックちょっときついね。雪山がこっちにヘイト向くのはちょっとやだね。さあセントラルやったセンチネルズと LTC かな。さあオプティックこれ魚振りに行くんじゃない？来なかったね。来なかったから先に飛ぶか。オプティック飛ぶな。オプティックがバレないうちに飛びたい。飛ばないか、さすがに飛ばないか。 COL からの車線を嫌って飛ばないからもう張り付きか。張り付きながらそこの部隊を潰す。意外とアンチ入ってんだな。張り付きで車線をちゃんと1個増やして、遮蔽ね、遮蔽を1個増やして、いや今ちょっと利的じゃなかった？そうでもない？ナイス。全部あやばい、全部取るな。ちょっとオプティックもうやめてあげて。あなたはもう1位だから、あなたはもう1位だからやめてあげて。もう 1位確定だから。やめて、やめてあげて。わーお、なんでそこ入ってんの？なんで入ってんのそこ。3位だって。そんなグレも入んねえよ、そんな狭いとこ。おいしかもリスポンビーコンあるぞあそこに。おう、もう COL だね。まあ COL がもうダンス始めちゃった。もうダンス始めちゃったよ。もうオプティカでももう十分すぎたね。COL はアンチの利をね生かしたね。あそこを守りきったのがでかかったと。6キル取って、でも今回あれで下位のチーム、いやワイルドカード安定してる。下位のチームガッと上がってきて、NRG も TSB も伸び悩んで、最終的にはどうですか
わーお、オプティックが圧倒的1位、ワールドカード2位。ダークゼロが3位。まあ、この3チームは強かったね。ワールドカードはチャンピオン取ってないけど、なんかすごい安定、プラスキルみたいな。コンプレは最後の試合取ったことによってグッと上がってきた。フェイズは最初の3試合良かったけども、ちょっと中盤以降が良くなかったね。TSM7 位はこれ結構きついぞ。もう残り全部1位取らないとぐらいのポイントになっちゃうな。NRG もだいぶきついね。アニマルズはもう多分やばいとこまで来たな。これで多分AB が4試合終了、C が2試合足りてない状況なんだよね。まあ、そこで入ってる X とかただやばいんだけど、だからここで上位10チーム入ってないと、2試合分プラスで C がガッとみんな上がってくるから、まあ、ラニマルズと、いやー、だって多分 TSM とラニマルズ、あと2試合でしょ。1試合か、あと1試合とかじゃないかな。多分あと1試合。で、多分ボーダーが多分、80、90だから、あと2試合あるか。さすがにオプティックの勝ち具合って72なんて、5試合で72なんてことはねえな。ってことはあと 4試合だから、あと2試合。あと2試合で TSM とか、ラニマルズは、80、90、90とか取んなきゃいけない。いや、だから TSM は、20、20必要だね。で、2位、2位とかじゃないといけねえわ。そうだね。90いったら安心。オプティックはあと2試合で18ポイント。いや、だから、多分ね、ボーダーは20、あと2試合で90だから、ワイルドカードぐらいまでは、もう、まあいけるでしょうって感じだね。TSM 以下は、だいぶきつい。次1位取っても76だから、全然圏内じゃないです。だから1位、3位以内を2連続ぐらい取んなきゃダメだね。TSM は。これやばいね。TSM、ラニマルズ、NRG が落ちる可能性があります。あとセンチネルズ。軒並み落ちるな。これやばいっすね。NRG、TSM 落ちるな、これ。このままいくと。しかも NRG とTSM 同じグループではないのか。ただちょっと A のチームがね、ワイルドカード、コンプレイ、ミートラバーズ、フェイズが強い関係があって、TSM がね、ちょっと1位取れるかなって感じなんだよね。で、B はオプティクとダークゼロがいるから NRG 結構きついのよ。いや、これどこがなんだ、ダークホースになったというか、どこが強いせいで TSM、NRG が上上がれてないかというと、1個はワイルドカードだね。ワイルドカードがもうめちゃめちゃ新進気鋭。昔でいうバカガキみたいな感じかな。若くて勢いのあるチームが出てきたことによって、ちょっと TSM が落ちてる。あとはでも、あとフェイズか。フェイズが思ったよりこんなにいくと思ってなかった。結構ここ逆だと思ってた予想多いんじゃないかな。TSM が安定の上いて、フェイズが当落線ラインとかになると思ってたけども、フェイズ、ミートラバーズ、ワイルドカードが、この3チームのせいというか、この3チームが調子いいことによって TSM が本領を発揮できずに、この位置にいると。残り2試合で全部2位以上、プレイスメントポイント2位とか3位取んないと世界大会に
いけません。 TSM は波乱です。 NA はこれ来週楽しみです。注意してみていきましょう。では一旦ここで終わります。また土日はAPAC ノースの配信をライブで生配信見て、で月火は NA と EMEA の、バックナンバーを見てっていう配信ね。この期間は、ALGS に注力していこうと思います。ではこれで ALGS 観戦配信終わりたいと思います。また ALGS 見たい人は土日月火楽しみにしておいてください。ではまた会いましょう。バイバーイ。